こんにちは、粟田洋介です。誰にでも短所があって、そして足りないものもあると思います。そういった足りないものっていうのは、プラスにもなればマイナスにもなると思います。例えば自分に足りないものっていうのは経験だったりとか能力だったり、あとは物質的なものですね。そういったものが足りないことによってマイナスになることもあるかもしれませんけど、プラスになることだってあるかもしれません。例えば経験とか能力とか物質的なものがあればあるほど良いことだって捉えることもできるし、それはマイナスだっていう風に捉えることもできます。それをどう捉えるかによって創作活動にも影響があるかもしれないし、アーティストとしての自分、もしくは自分の作品とかそういったものをアピールすることにも影響を及ぼすと思います。これは作品作りとかアートとか絵を描くとかそういうことだけじゃなくて、全てにおいて共通して言えることだと思います。経験っていうのは仕事の経験だったり、何かアート系の会社で働いていたとか、もしくはアーティストとしていろいろな活動をしていたっていう経験があるとか、教育を受けたっていう経験、美大へ行ってたとか、美術系の専門学校に行ってたとか、あとは美術部だったとか、英才教育を受けていたとか、いろいろあると思うんですけど、そういった経験っていうのがプラスに働くと思ってらっしゃる方が多いんじゃないかと思います。そしてそういった経験がないっていうことがとてもマイナスだと捉える方も多いんじゃないかと思います。例えば美大へ行っていないとか、美術部だったわけでも何でもないとか、英才教育を受けてないとか、だから絵を描いているけど自分はダメなんだとか、そんな高いレベルにはなれないとか、マイナスに捉えちゃうこともあるかもしれませんよね。でも独学のアーティストでプロの人もいっぱいいるし、なんなら歴史に残るアーティストだって独学の人はいます。そして具体的にどうそれをプラスに考えるかっていうと、余計なことを学んでないっていうのはある意味プラスなんですよね。それだけ純粋だし、型にはまってない。教育を受けたからってみんな型にはまってるというわけじゃないんですけど、なんかイメージ的に自分の意志と力で何かを手に入れたって感じがするじゃないですか。しかも教わらないで我流でやってるってことはすごくオリジナリティがあって、すごく個性的っていうことにもなりますよね。他にもいろいろあると思うんですけど、教育を受けてないっていうことをプラスに考えることはいくらでもできると思います。逆に教育を受けたっていうこともプラスになるのは言うまでもないんですが、マイナスに考えちゃうこともできます。ただ私は美術系の大学で学んでますけど、独自の方法で絵を描いてるし、すごく自由だと思うし、全然型にはまってないと思っています。ただ美大へ行ったことがあるって言えばリスペクトする人もいるし、自分をアピールするポイントにはなっています。だけどアウトサイダーアートっていうものがあって、美術の高等教育を受けてない人たちのアートですね。なんかアウトサイダーなんてかっこいいじゃないですか。そういう風に考えると、私も気持ちだったり絵の描き方っていうのはアウトサイダーアーティストっぽいんですけど、美術の高等教育を受けてしまったっていう経験がありますから、自分のことをアウトサイダーアーティストって呼べないんですよね。ただそれをマイナスと捉えるかどうかは私次第で、私は全然それはマイナスだと思ってなくて、私には私の経験、他の人にはない経験ですね。でも他の人には私にはない経験があって、みんな違うんですよね。だからどんな経験があってもなくてもプラスにはなるんですよね。あとは仕事とか活動の経験がまだないとかっていう場合は、まだないっていうことがプラスになります。そして経験がある場合は経験豊富っていうこともプラスになります。経験がまだないっていうことは、若い人だったら若手アーティストをみんな応援したくなるし、ないからこそ全てが新鮮ですごく楽しかったり、楽しいってことはもっともっと精力的にできるってことだし、経験がないってこともプラスですよね。じゃあ若くない人はどうかっていうと、この年で始めたっていうアピールができます。それは年がいってればいっているほど、おお、この年で始めたんだ、すごいってみんな応援してくれるかもしれないし、自分自身でもこの年で始めたんだっていうことで、プラスに感じられる人も感じられない人もいるかもしれないんですけど、アート、芸術の表現っていうのは、何も例えば絵を描いたりとか物を作ったりの経験だけじゃなくて、人生の経験自体が芸術の要素になるし、表現の要素にもなると思います。そしてそれが何かっていうのを見つけるのも芸術だと思います。
またはすごい若いわけでもないし、すごい年取ってるわけでもなくて、なんか中途半端な年齢で経験がないっていう場合も、どのポイントでスタートしてもその人それぞれのストーリーっていうのがあると思います。だから年齢の数字じゃなくて、全てがアピールポイントになるし、全てが作品作りにプラスになると思います。その経験っていうのも、若い人には若い人の経験があるし、その中間の人とか高年齢の人とか、そういった人たちにもそれぞれの経験があるし、同じ年齢、同じ性別、同じ国籍とか人種とか、そういうものが同じだったとしても、みんな一人一人違くて、一人一人違う経験とか人生のストーリーっていうものがあると思います。その人生のストーリー、その中身が何であれプラスの要素になるんです。そして考えようによってはマイナス要素にもなります。だから英才教育を受けたっていうのもストーリーだし、英才教育を受けなかったっていうのもストーリーだし、美大へ行ってたとか、そんなとこ行ったことがないとか、美術系の仕事をしてたことがあるとか、そういった経験が全くないとか、そういったことも全て人それぞれのストーリーになって、どんなストーリーもその人のアーティストとしての価値を作ることができるはずです。自分のストーリーをアーティスティックに作り変える、それが芸術作品の元になるんだと私は思います。あとは能力とか才能っていうことも練習である程度は上達するはずなんですよね。その練習っていうか、そのやること自体が正確に合わないとか楽しくないとかっていうんであれば、それ自体が苦痛になりますよね。ただ何でもある程度練習するっていうことはプラスになることだと思います。ただ練習しすぎでマイナスになってしまうこともあると思うんですよね。例えばスーパーリアリスティックを目指してる人だったら、もうデッサンの練習みたいのをとことんやったり、写実的な表現の研究をものすごくするとか、とことん突き詰めるっていうことはプラスになると思うんですけど、リアルな表現しかしなかったことによって、そういう表現しかできなくなってしまい、作品作りがつまらなくなってしまったっていう方の話を聞いたことがあります。その話は前に別の動画で話したことがあるんですけど、どの動画か忘れちゃったのでもう一度お話しすると、彫刻を専攻しているアフリカの学生が何年も何年もリアリスティックな表現の練習ばかりしてて、解剖学とかも勉強するわけですよね。そして今はリアルな彫刻しか作れなくなっちゃったそうだって話なんですね。それじゃあアフリカにいた時はどんな作品を作ってたんだっていうと、もっと自由でクリエイティブな作品を作ってたってことなんですね。そしてその時はすごく楽しかったんだそうです。それで今そういう楽しい作品が作れるかっていうと、もう作れないって話してたそうです。そういう人にとっては写実的な練習をやりすぎるっていうのはマイナスに働いちゃうかもしれないですよね。だから自分がどんな作品を作りたいのか、どのぐらい何を練習すればいいのかっていうのが変わってくると思います。これも前に違う動画で話したんですけど、例えば絵を描くんだったらどんな作風であれデッサン力っていうのは絶対必要なんだ、そういう考えがあるんですけど、それはある意味正しいし、だけど絶対に正しいかどうかはわかりません。私はそういう考えを今否定はしませんけど、どうするかはその人それぞれの考えで、アートっていうのは人それぞれのストーリーだと私は思います。だからどんなスキルが必要で、どんなスキルが必要ないっていうのは、その人それぞれの考えでいいんだと思います。アートっていうのはとてもクリエイティブなことです。クリエイティブっていうことは答えを自分で決めるっていうことです。逆に言うと、答えを自分で決めていいっていうことです。自分勝手に答えを作っちゃっていいっていうことです。とても簡単なことですね。最後は物質的なことなんですけど、例えばお金がないからできない、道具がないからできない、場所がないからできない、時間がないからできない、環境が悪くてできない、そういったことですよね。だけどそういったものはなければないで、ない範囲で何かができると思います。これは本当の話かどうかわからないんですけど、昔私の知り合いが、ピカソはお金がなくて紙が買えなかった時はナプキンに絵を描いていたっていうことを話していました。もしそれが本当だったとしても、本当じゃなかったとしても、ピカソがどうしてたかどうかっていうのはどうでもよくて、ナプキンに絵を描くこともできるわけです。絵の具を買うお金がなかったら、手に入る画材で絵を描けばいいし、その画材っていうのは画材じゃなくたっていいわけです。
場所がないっていうのも、環境が悪いっていうのも、それは本格的になんか絵の具とかをバーンと出してやる環境がなかったとしても、何か小さいことはできるわけですよね。それでできる範囲の小さいことをやってる人は素晴らしいと思うんですけど、小さなことしかできないっていうのも PR のポイントになると思うんですよね。例えばすごい忙しい仕事をしている、こんな職種、アートと全然関係ない、そういう人が画材とも言えないようなペンとか鉛筆とか紙も粗末なものに描いている。そして時間もないから持ってる時間を使って悪い環境で絵を描いている。それってすごく多くの現代人の心に響く PR ポイントだと思うんですよね。逆に持ってることによってマイナスのポイントになっちゃう場合もあります。もう道具もいっぱい揃ってる、お金もある、時間もある、環境もすごいいいし、場所もある。もちろん誰が考えてもプラスのことなんですけど、逆にそんだけの環境が揃ってるのを羨ましいと思って妬んですごくマイナスに考える人もいらっしゃいます。もしかすると色々ありすぎてモチベーションがなくなっちゃう場合もあるかもしれないですよね。でも物は考えようで、いろいろあるからこそどんどんそれがモチベーションになるかもしれないし、そのモチベーションを作っていくっていうのは一人一人の考えようだと思います。ということで、何を持ってても持ってなくてもそれはプラスにもマイナスにもなって、自分には何々が足りない、何々がない、だからダメなんだ、そう考えるとマイナスになるんですけど、何々がない、だからこそ何々することができるんだ、そういうふうに考えると自分自身に対してのプラスにもなるし、 PR ポイントとしてもプラスに働くと思います。自分のストーリーは自分で作る。全てのことをプラスに書き換えることによっていろんなことがポジティブに働くんじゃないかと思います。そして自分には何々が足りない、何々が足りる、有り余ってるっていう以外の自分は中途半端だっていうことも大いにプラスに働くと思います。自分は中途半端だ、だからこそ何々が足りないんじゃなくて、中途半端だから足りない以上のものを持ってて、なんか有り余りすぎるほどじゃないほどの中途半端なものだから、だからこうすることができるんだ、そんな感じでどんなシチュエーションでもそれがプラスに働くっていうことはあり得るはずです。ただ私自身こんなことを言って、今の私自身の状況をプラスに考えているからプラスなことが言えるんですけど、私自身の状況がガラッと変わった時に簡単にポジティブに考えられるかっていうのはその時にならないと分かりません。結構私はポジティブに考えることも多いんですけど、ネガティブに考えることもあります。もしかするとそういうようなバランスが必要で、今日このお話をした理由は、ネガティブに思えることがポジティブにも働いて、自分自身に優位なように考えることができるっていうことです。それで自分自身のモチベーションだったり、あとは他者への PR としても使えれば、とてもプラスになるんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。